どうも、ベールです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、おすすめ英雄解説をやっていこうかなと思います。この英雄ってめちゃめちゃ効果大きくて、正しい英雄を使うことで、戦いをね、有利に進めることができて、できる一方なんですけども、逆に英雄選択を間違えてしまうと、格下のプレイヤーにもね、勝つことができなかったりするので、今回の動画がね、参考になれば嬉しいなと思います。で、まず、ヒーロー選択の際なんですけども、課金英雄、無課金英雄関係なく、まだ育成が終わってなくて、金色、S グレードの英雄がそこまでいない場合を除いて、この S グレードの英雄のみを使うようにしてください。で、これなんでかと言いますと、戦術スペシャルの都合です。各英雄には、この通常スキルの他に、こちら、こちらですね。こちらの戦術スペシャルというものを、所持してまして、こちらは陛下が一致している兵士を、率いている時に発動するスキルで、相手にね、非常に大きなダメージを与えることができます。例えば、この該当カジノのレポートを見ていきたいんですけども、こちら33万の、合計殲滅数に対して、もう大体3割ほどのダメージを与えてるんですよね。これどれだけさっきの戦術スペシャルで与えたかっていうのは、この各英雄のアイコンの、下の部分に、ドクロマークとともに数字が書いてあると思うんですけど、ここが先ほどの戦術スペシャルで与えたダメージになります。あれですね。与えたダメージというよりかは、戦術スペシャルで倒した敵の兵士の数ですね。これめちゃめちゃでかくないですか？で、この効果って、全英雄共通で、英雄のグレードに依存するんですよ。もうここについては、無課金英雄、課金英雄関係なくて、で、各グレードの数値、見ていただきたいんですけども、こちらですね。D で 105% で、C で 110%、で、B で 120% で、A で 140%、で、S になると一気に跳ねて200%になります。これA と S でこれだけ差があるんですよ。で、このゲーム S にするのに、12000の課金パックを、110パック、買う必要がある、タイタンと、シャドウブレイドとミラー。この3人の超高級英雄がいるんですけども、それらを A グレードまで、だいたい60パックくらいですね。そこまで買って育成したのと、無課金英雄の金だったら、戦術スペシャルのおかげで、もはや無課金英雄のが強いんですよ。これ結構やばくないですか？もちろん、タイタンとシャドウブレイドとミラー以外の、課金英雄についても同様のことが言えまして、S グレードに到達してない課金英雄より、S グレードに到達した課金英雄のが強いので、これ知らずに課金英雄だからといって、B グレードだったり、A グレードでね、採用している人たまにいるんですけども、もしいらっしゃいましたら、今回の動画を機に、見直していただくのも非常に良いのかなと思います。で、あとこの戦術スペシャルについては、同じ陛下の英雄は、最大4名が発動上限となっているので、5名とも同じ陛下の英雄を採用した場合でも、5人目の戦術スペシャルは発動しないので、注意が必要かなと思います。ただ、単種の場合って、これその兵士がいなかったら、この戦術スペシャルって英雄採用してても、火力はゼロになるので、単種の場合は全然同じ陛下5人でね、問題ないかなと思います。で、ギャング端子と、シューター端子と、バイカー端子と、ミックスで、各ケース別の、おすすめ英雄について、お伝えしていきたいんですけども、これ全部まとめちゃうと、動画があまりにちょっと長くなってしまうので、ちょっと分割させていただければと思います。で、初回の今回なんですけども、タイトルにある通り、ギャング端子の際に、使うべき英雄について、お伝えしていこうかなと思います。で、まずこれ大前提として、英雄装備なしとありで結構話変わってくるんですけど、変わってきますので、まずは英雄装備なしでの、強さ順。で、その後に、英雄装備が全開放された状態での、強さ順について、お伝えしていこうかなと思います。で、まず、ロックスターと、
タイタンと、待ってます、英雄装備が一切ない状態での、強さ順なんですけど、ロックスターと、タイタンと、ミラーと、スロット。この4名については、ほぼ変わんないです。まあ、攻撃優先の考え方をするのであれば、まあ、タイタンとミラー。防御寄りの考え方をするんだったら、ロックスターとマイクというところかなと思います。まあ、ただ、どちらにせよ、まあ、S グレードだったら、まあ、全員採用かなと思います。まあ、ただ、ギャングについては、5番手以降の無課金英雄が結構優秀で、同率5位に、死神とマイクが続きます。で、7番手に、課金英雄の伯爵ですね。で、まあ、8番手に、セイントが来るんですけど、まあ、セイントについては、バランスで引っ張りだこなので、まあ、ここはね、全く問題ないかなと思います。で、同率10番手に、キラークイーンと、リッパーが来まして、すいません、9番手にセクシーキャットですね。失礼しました。9番手にセクシーキャットが来て、同率の10番手に、キラークイーンとリッパーが来ますね。で、12番手に、課金英雄のニヒリスト。で、次に、同率の13番手で、リベンジャーとロック。で、15番手に、メデューサですね。で、最後に、闇夜のカラス。この順番になります。で、これ、何が面白いかって、課金英雄のニヒリストとメデューサが、もう無課金英雄よりも圧倒的に劣ってるんですよ。で、この二人に共通していることって何かと言いますと、HP バフを持ってないんですよね。攻撃と防御と HP のね、関係性については、ステータスの基礎の、動画でね、解説したので、もしよろしければそちらご覧いただければと思うんですけども、まあ、本当一応セイントについてはさっきお伝えした通り、バランスでね、大活躍してくれるので、まあ、全然全く問題ではないんですけど、まあ、本当ニヒリストとメデューサについてはね、ちょっとバランスでも使えないので、もちろん、栄養バトルとかで、まあ、8部隊、9部隊稼働させるんだったら、まあ、全英雄使えますので、使い道がないわけではもちろんないんですけど、ただ課金英雄の中ではね、ちょっと優先度は低くなってしまうのかなと思います。まあ、逆に、ロックスターとスロットに関しては、めちゃめちゃ優先度高いですね。まあ、ほんと強いので。で、英雄装備が、全部揃った後なんですけども、タイタンがもう、圧倒的に最強です。かなりズバ抜けてます。で、次に、ロックスターが来まして、でそっからさらにステータスに、が開いて、ミラー、スロット、伯爵、マイク、死神、で、その次に、セイントと、セクシーキャットですね。で、ここでまたさらにステータスの差が開いて、キラークイーン、ニヒリスト、リッパー、で、次にメリューサが来て、その次に、ロック、で、最後に闇夜のカラスですね。まあ、なので、最終的な本当理想形で言っちゃうと、もうタイタン、ロックスター、ミラー、スロット、伯爵。この5名の構成なんですけど、まあ、ただタイタンとミラーって、さすがに S グレードにするの大変すぎるじゃないですか。まあ、なので、ロックスターと、スロットと、伯爵と、マイクと死神。まあ、この5名が、まあ、現実的なラインでね、かなり、強いね、かなり強くなれる目標視点なのかなと思います。またですね、なかなか英雄装備全部解放するのは、さすがに大変なので、バランスでも使える、セイントを伯爵の代わりに入れるのもね、いいのかなと思います。なので、ギャングの課金英雄で、優先すべきは、ロックスターと、スロット。もうこの二人はもう最優先で。まあ、バランスでどっちにしろめちゃめちゃ強いので、3番目にスロットを取って、余裕があるんだったらもう4番目に伯爵を育成していくイメージですね。あと2400円以上の課金パック、
U パックについては、かなり効率悪いので、600円コツコツ買っていきつつ、一気に上げたい場合は、au ルーレットにラインナップされたら、分回していくのもね、非常にいいのかなと思います。最初の方にお伝えしたんですけど、ギャングって、マイクと死神っていう、もうね、超優秀無課金英雄が2人いるので、シューターとバイカーよりかはね、全然優遇されてる陛下なのかなと思います。あと、仮に完全無課金で組むのであれば、マイク、死神、リッパー、リベンジャーロック、この5名になるかなと思います。あと英雄装備についても、なかなか、全英雄解放していくのはね、難しいので、最終的な自分の目標視点を、決めて、そこから逆算して、解放していくのがね、いいのかなと思います。はい、ということで、今回はね、ギャングのおすすめ英雄について、お伝えしていったんですけども、こんな感じで、シューターと、バイカーとミックス、これらのケースについても、動画上げていこうと思いますので、よろしければそちらも、ご覧いただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。